はい、RC 統合。こんにちは、どうするです。石健です。はい、石健さん、また登場しました。召喚されました。召喚されましたね。はい。アスラーダの召喚ですよね。最近お休みしてます。いや、アスラーダともう一個なんだっけ、TL01 でしたっけ。TL01 と RX01 を。そうだよね、今 RX でワンもやってるもんね。どうですか。いや、いいです。楽しいです。なんかやりがいのある車種。ああ、素晴らしい。チャレンジングのしがいのある車種ってことですよね。今隣でね、柳君も一生懸命やっておりますけれどもね、無事帰ってきてよかったなっていうふうに思ってますんでね、今日はねベアリングの方をテストしてもらいたいと思います。どこのベアリングかっていうと、オプションナンバーワンさんから新たに発売された、セラミックベアリングなんですけれども、実際これ中の玉が特殊でジルコニアっていうものを使われてるんですよね。実際にはこれよく巷では、ジルコニアで人工ダイヤモンドっていう言ってる人もいるんですけれども、宝石とかね、ああいうのでちょっと安めのやつでこれを使ってるっていうところがありますね。その硬さ的に言うと、ダイヤモンドが10とすると人工ダイヤモンドっていうのが硬さとそれも10なんですよ。でこれがちょっと開けますけれども、はい、こちらになるんですけども、ちょっと見にくいけどね、ここの中にね、普通は白い玉が入ってるんですけども、この中にはなんと黒い玉が入ってるんですよ。黒い玉が入ってるんですよ。黒い玉が入ってるんですよ。黒い玉が。はい、黒い玉が。これ石健さんっぽくていいじゃないですか。言い方。なんで、これの硬さが高度的に言うと 8.5 になります。なんでかなり結構硬い感じにはなりますよね。実際これよく精密機器とかによく使われてるものになりますね。よく半導体とかね、そっち系とか工場とかね、そっち系の方で使われてるものになりますと。で実際にね、これの謳い文句の方をねちょっとね読み上げていきたいと思います。 RC カーのパフォーマンス向上を目的としたハイグレードなセラミックベアリングですと。高い耐久性と高度に優れるジルコニアボールを採用しており、このジルコニアボールっていう黒い玉を使っているっていうのがポイントになりますね。耐摩耗性と安定性に優れ、 RC カーのスピードと操縦性を大きく向上させます。主な特徴、高耐久性、セラミック製で摩耗や腐食に強く。セラミックって腐食するの？腐食するイメージあんまりないですけど。ないですけどね。長期間安定した性能を維持しますと。低摩擦、高回転性能、超高精度設計と軽量化により滑らかな回転とレスポンス向上を実現しますと。で耐久性の向上、従来品より、耐久性が大幅にアップしています。従来品っていうのは多分普通の白いセラミックの玉のやつのことだと思うんですよね。であと高温耐性で高温環境でも性能を保ち、過酷なレースにも対応可能ですと。シールレスオープンタイプ、メンテナンスが容易で、性能を最優先に設計されています。ただし性能重視の設計のため一般的な製品よりも耐久性や寿命が短くなる場合がございますと。どうですか、触った感想は。確かに軽いんですよ。めっちゃ今出して触ってますけど。本当？じゃあ僕もちょっとすごい軽いんですよね。マジっすか？めっちゃ軽いです。あとこの手で軽くやっただけなのに、めっちゃスムーズに回るんですよね。そんな長い間は回らないんですけど、明らかに普通のベアリングより回るんですよね。本当？これやって。いきます。すごい回る。箱出しでベアリング単体でこんなに回る。そうなの？これすごいの？すごい。普通だと、例えばアクスルとかホイールとかつけて、そしたら重量物で遠心力で回っていくんですけど、これって本当に軽い、セラミックとして軽いじゃないですか。それでこんなに回るのってすごいな。軽い。やっぱり人工ダイヤモンドすごいね。アクセサリーとかにも使えるらしいもんで、これ壊れちゃったら奥さんにダイヤモンドだよってちょっと工作で作ってこれ貼っつけとけばいいね。見た目は中がぶち抜いて。見た目はちょっとそんななんていうんですかね、プラスチックに見えるのでちょっとブラックダイヤモンド。いやこれガーグリ見せちゃダメだよ。そうですね。中身を見せなかったので箱出しでこの状態っていうのはなかなかいい感じってことだね。すごいと思います。一般的なベアリングを、きっちり脱脂して、状態精度がいい
は当たり外れがあるんですけど、はい、それのうちのかなりいい方。なるほど。じゃあこれをね、石研さんのマシンつけましょう。マシンどれにつける？こちらになりますね。今話題の。はい、今こちらになります。話題の RX01 ね。はい。はい、ブラシモーターついてます。そうです。ね。貧乏チューンです。いや、かなり綺麗に作ってあるマシンですよね。めちゃくちゃよく走る状態になってます。で、これのね、こっちが前になるんですけども、フロントのここのね、ホイールのところのベアリングをこちらのジンコダイヤモンドのね、ベアリングに変えていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。石研さんのこのベアリングの状態なんですけども、今ついてるのはどんな感じですか？今ついてるのはキット標準でついてたやつを、脱脂してなんか鉄道模型かなんかのオイルを塗っただけなんで、刺してあるだけなんで。銀河鉄道仕様。そうです、銀河鉄道。宇宙まで飛んでるやつ。はい。飛んでってほしくないですけど。まあそれで比較的よく回ってるんで今そのままにしてますけど。はい。よう回るね。やっぱりさすが脱脂してあるベアリングはよく回るね。はい。はい。まあとりあえず不満はないので、そうですよね。このぐらいで止まっても、まあちょっと反対に戻るぐらい素晴らしい、スムーズなるほどなるほど。これね、脱脂しないと大体すぐ止まっちゃうんですよね。そうですね。それが今こういうふうに回るという状態になってます。じゃあ早速なんですけども、こちらのセラミックのねベアリングの方をつけてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい。工具も長年使っているとだんだん摩耗してきちゃう。ね、頭減ってきますよね。頭が減って、たまに舐めるんですよね。これは片側オープンって感じかな。そうですね。これはどっちがいいとかあるんですかね。多分ね、ホコリが入るような方向がシールがあった方がいいんじゃないかな、多分。こうやってやった方がいいのかな。全然違う気がする。やっぱり。いや、この時点でこんだけ回るもん。すげえ。もう一回回して。すげえ回る。アクセルだけでこんなに回るって珍しいですよね。すごいすごい。やべ。すごい。これもうすごいよ。これだって普通のベアリングじゃそんな。普通の脱脂したやつ。刺したやつでしょ。こんなもんですよ。あれ？脱脂したベアリングでこんなもん？あのぐらい。オイルを刺したってだけだと単体だとそんな回んないんですよ。さっきあのぐらい回ってたやつでも、これ今このアクセル刺しただけではこのぐらいしか回らないですもん。じゃあ。ハイコート系はアクセルだけでバーンって弾くと、いいやつはバーッてすげえめっちゃ回るんですよ。箱出しでこれだからな。やっぱりダイヤモンドパワーですよ。ダイヤモンドパワーきたね。これはすごい。こう石研さん多分嫁さんがなんで私にダイヤモンド買ってくれないのみたいな。いやー、そうですね。いや、柳君が驚いたっていうのにはね、ちょっとね、びっくりした。そんだけ市販のやつで、箱から、いわゆる吊るしの状態っていうんですかね、何にもやらないでアクセルがそんなシャーって回るっていうのはちょっとびっくり。これ笑っちゃうな、これ。笑っちゃうな、これ。ハブつけてこんだけ回るの？ハブつけるともっと回って、タイヤつけるともっと回りますよね、これ。やば、これ。常にベアリングを触っている柳先生がね、もう興味津々で見てるんですけどね。これつけた状態だね。こっちはまだ普通。何もやってないです。こっちも十分回ってるんだけどね。なんか滑らかさが違う？違うですね。ガタもないね。全然止まろうとしないですね。由来で逆。うわ。2、3。これが。この最後もフラフラしてるんですもんね。じゃあちょっと待って、じゃあこっちが普通のやつね。普通のやつを脱脂したやつ。そうですね。これでもよく回ってる方。そうです。よく回ってはいますけど。やっぱり戻ってそこで揺り戻しが少ないね。スッと止まるぐらい。さっきも左右差あるにしてもそんなもんだったと思うんですけど。ゆらゆらが続けば続くほどよく転がるベアリングになるんでね。すげえ。吊るしでこれってすごいね。これ何ですか？使い始めはなんか
一回洗浄してくださいとか。いやいや、なんもない、なんもない。オイルは刺すなぐらい誰か言ってたような気がするけど。まあ刺さない方がいいですよね、これ。多分刺すと逆に多分それが残っちゃうんじゃないかな、汚れとして。そうですよね。これ今右側がジルコニア、人工ダイヤモンドで、左側が脱脂したやつ、きっちり脱脂したやつ。これめちゃ回るんじゃない？すごいね。なんとなく同じぐらいで弾いたつもりですけど、全然違うね。やっぱ全然違いますね。ねえ、じゃあ反対側もつけてちょっと走りますか、俺。ね、走りますか。走りましょう。予想としてはこの撮影する前の予想ね、撮って多分柳井君と石健さんがおったもんで、2人とも知識が結構高いもんで、それでやってみて、ああ脱脂したやつと同じぐらいだねぐらいな結果を僕予想しとったんですよ。ちょっと凄まじい転がり方しましたね。なんで今これを見てちょっと正直驚いてるっていうのが正直なところ。僕もいつも自分のベアリングいろいろ加工するんですけど、それが一番大成功したら市販の普通のベアリングとかでもそこまで持っていけるんですけど、これ箱出しする。市販でそれはちょっとすげえ。やだ。あれ柳井君のいつもね一生懸命シャカシャカやってるやつが厳選してベアリングの厳選から始まって、で脱脂でまあコーティングみたいな感じでやっていくんですよね。ちょっとやけどしながらとか育てるって感じだよね。育てるというか、なんか火で炙っとるもんね、よく。そうですね。熱処理とかいろいろやるんですけど、それはすごいな。まあその値段っていうのは、まあ1個1000円高いっていうかもしれないけど、多分まだいい値段ですよ。程よい値段だと思います。いや、なんか労力を考えたらそうそうだよね。だって柳井君はこれすんげえスムーズに回るベアリング、まずベアリングの選別から始まって洗浄、コーティング2段階、洗浄もずっともう 2,3 段階ぐらいやって回るまでずっと指を弾いてシャーって回るまでやって 2,3 段階もやってんの？やってます洗浄？でその中でさらに厳選して、コーティングして、コーティングして仕上げる。コーティングしてコーティング3工程みたいなみたいな感じです。やばいね。なんかもう大体時間が解けて1時間半とか2時間で。すげえ。どうした？ハブで戻る。ニュース見せて。ハブで戻る。これなんかたまに多分あれじゃない？スペーサーとかの問題。すごっ。これすごいな。ハブで戻ろうとする。本当？ハブで戻る。すげえこれ。これね、今ネタでやってるわけじゃなくてガチなドキュメンタリーでやってますんで。僕は基本脱脂して適当に油さして終わりの人なんで、最近ちょっとベアリングやっとベアリングオイルっていうのを買ってちょっとそろそろやろうかなと思ってたんでっていう風でオイルも最近買ったんですけど。すごいなこれ。ちょっと両方とも一緒にシャーって回してもらっていいですか？あらららら。止まる気配全くないねこれ。いやすごい。しかもなんか静かに。普通の音がするの？多少なんかやっぱり回転してるんで何かしらちょっと擦れる音とかはするんですけど、してはいるけどわずかに。実際によく巷で売られている貴金属系の人工ダイヤモンド、実際には厳密には違うんだけども、ジルコニアのやつなんだけども、それとかが宝飾品とかで結構使われてるからね、結構有名なメーカーとかも使ってるやつなので。これが普通のベアリングで今脱脂した状態です。で1,2,3,4秒ぐらいです。さっきもっと待とうじゃん。さっきはもう8秒、9秒、10秒下手したら。やばいね。なるほど。
って話してても止まらないです。まあ実際高度的にはねダイヤモンドが10としてさっき言ったジルコニアが 8.5 ぐらいなんで、まあ高度的にはかなり硬いっていう、なんて言ったらいいのかな、ジオングぐらいな感じかな。ジオング 80%。あでも足だと飾りです。そうそうそう、意思権大差でしたら操れますよ、 100% の性能が出せますよっていうやつだね。なるほど。全然僕分かってないです。じゃあちょっとねこの後ね少し走らせてもらいましょう。よろしくお願いします。はい、東方インターナショナルサーキットの方にやってまいりました。イシケンさんのマシンは硬派だよね。リアもちゃんと硬いホイール履いとって。ああ、これはでもオフセットがこれじゃないと、RX-01 幅が狭いので、だね。まああと前後違うホイールがあんまり好きじゃないので、はい、まあこれ普通のさダッシュも何もしてないやつと比べたらフロントなんか相当転がるよねこれ。もう絶対に全然違うと思いますよ。なんかもう立ち上がりからスムーズですもんね。あ、本当。なんかそんな、なんか傍から見てもめちゃくちゃフロントは転がってるなーって感はあるもんね。転がりすぎちゃう？なんか僕はナックルのストッパー切ってないんですよ。はいはい。切ってないんであんまり角度耐えられないんですけど、こういうふうになんか前が行ってくれるから、引っかかりがより少なくなって。あ、本当。みんなストッパー切っちゃうもんね。はい。僕はこの90年代スタイルが好きなんで。素晴らしい。素晴らしい。峠仕様ですよね。そうです。僕はストリート仕様がいいんで、そんなに。なんか違うねやっぱり。ちょっとフロントの感覚が変わりすぎてそんなに変わった？めっちゃ違う気がするっすこれ。いけると思っちゃうああいけると思っちゃう、転がりすぎて。ちょっとまだそんなセッティングが出し切れてないんで、安定して周回ができないんですけど、なんか滑らかになった？いや滑らかです。めちゃくちゃ滑らかです。なんか走りがちょっと変わったよね。まあ今それに多分アジャストしてる感じだと思うけど。アジャストはしてますし、ちょっとさっきまで違う車乗ってたんで、ちょっと感覚もあれもあれもズレがあるんで。そんな転がるんだ。いやめっちゃいいと思います。めっちゃいい。めっちゃいいと思います。もうなんか一生懸命作るんだったらこれ買った方がいいとああそういうことね。全然これ買った方がいいです。そういうことね。最初からこんだけ回るんだったら。じゃはい、テストを実際に走ってみました。まあ走る前からねなんかすんげえ回るなってみんなで感動してたんですけれども、実際走ってみて意識大差いかがでした？いや明らかにフロントがスムーズになったんで、まあより引っかかりがより一つなんかこう、減った感じがして、
脱脂していいベアリングが作れたらそれでいいと思うんですけど、でもそうとは限らないのがベアリングなので、難しいとこなんで、知識がない人はもうさっさとこれ買った方が知識ある人は頑張って作るのも楽しみだとは思うんですけど、あまりよくわからないっていう人はもうこれ買っちゃうのが手っ取り早いっていう。めちゃくちゃ手っ取り早いと思いますね。そうだよね。こんだけスムーズになるなら。さっきの柳君の説明じゃないんだけども、いろいろその工程を考えるとね、まあ6工程7工程ぐらいをやっていくっていう感じだったんで、それで何時間もかけて究極のベアリングを作るっていうのも一つのねロマンなんですけれども、こういうね結構半導体製造装置とかで使われているチートベアリングを使ってみるっていうのも一つの手なのかなっていう風ですよね。そんなバカみたいに高いわけでもないので、ベアリング1個って考えるとちょっとあれかもしれないですけど、こんだけスムーズになるなら、箱から出してこんだけスムーズなら、全然ねいいと思います。やばいよねこれ。すごい。ただ指で軽くヒュッて回しただけだよこれ。綺麗に回りますね。これねサイズもいろいろ出てるので850だとかいろいろ出てるんで、もしよかったらね、一応オプションナンバー1さんのリンクの方も貼っておきますんで、そちらの方からご確認もいただけるというふうになっております。はい、じゃあ今日はね以上になります。この先もねちょっとね耐久性を見る分にでもねちょっと石健さんに使っててもらおうかなっていうふうに思いますんでね。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。